こんにちは、ファンカスラボ浜瀬骨院長の平野です。前編ではなぜシャンプーがダメなのかをお話ししましたよね。それをさーっとおさらいしていきますね。健康な頭皮をトウモロコシ畑に例えました。でそれに対してシャンプーっていうのは強力な洗浄液、畑に対しては過剰な農薬っていう風なイメージですね。でそれによって栄養や水分がなくなったりとか、バランスが崩壊して悪玉菌が増加したりとか、頭皮が薄くなって根っこが腫れなくなったりとかするっていうことが起きましたね。でさらにこれは大変だっていうふうに体が反応して毛根に栄養がいかなくなったりとか、皮脂腺が過剰に生成されたりしましたね。それによって頭はひび割れた不毛の砂漠のように毛が抜けてしまったりとか、あとはベタつきやフケがたくさん出るような油の沼地になったりするってお話しましたよね。これらのことを踏まえてこれからお話していきますね。どうです？シャンプーってこんなにいろんな問題があるんですね。知りませんでした、私も。じゃあシャンプーをやめるとどうなるかっていうと、さっき言った皮脂がですね、根こそぎ洗い落とされずに済みますよね。そうすると頭皮は皮脂不足になることがなくなります。でそうすると皮脂腺も次第に小さくなっていって、小さくなっていくと皮脂の分泌量も次第に減っていきますね。で匂いやベタつきがそれで解消することになります。でシャンプー成分の防腐剤とか界面活性剤がなくなるとですね、毛根幹細胞が元気になって、それで髪が太く生えやすくなってきます。でそれに加えて常在菌ですよね、洗い流されて死滅してしまった常在菌がですねまた増えてきてですね、バランスのいい菌の状態になってきます。でその結果頭皮全体が健康で活発化してきて、かゆみとかフケも改善してきます。炎症した頭皮っていうのは赤くなったりとかですね、黄色い状態の人も結構多いんですけど、一番いい状態っていうのはですね、青白くなった状態だそうです。私もこの前美容室に行った時に店長に聞いてみたらですね、今もう青白い状態ですよって言われました。ちょっと嬉しいですじゃあ次にですね、実際にどうやればいいかを具体的に説明していきますね。まずはですね、シャンプーをやめるっていう前にまず大事なのはブラッシングですね。髪を溶かすことですね。これはですね、シャンプーとかの前にきちんとブラッシングをですね、よーくするとですね、汚れが浮いてくるんですよね。浮いたような状態で洗い流せばですね、これ十分落ちますんでね。で洗う前だけじゃなくてですね、私はですね結構普段からブラッシングするようにしてます。でこれによって血行改善もしますし、髪もなんかツヤツヤしてくるんで、頭自体もですね、これマッサージ効果があって結構気持ちいいんですよね。でそれにあたってですね、そのブラシ自体にはお金をかけてます。でブラシはですね、いいもの、獣毛のものを使ってますね。獣毛、イノシシの毛とか豚の毛ですね。私はですね、ちなみにイノシシの毛、こういったものを使ってますね。プラスチックとか樹脂のブラシよりも優しい毛質ですんで、たくさんブラッシングしても頭皮に優しいんですよね。で回数はですね、本当にもう50回とか100回とかもうしょっちゅうやってますね。もうすごいブラッシングの回数は増えました。でも結構気持ちよくてね、マッサージ効果があって気持ちいいですよ。これ動物とかでも言えると思うんですけど、猫とか犬とかでも体ペロペロ舐めたりとか毛づくろいよくしてますよね。猿とかも飲み取りとかしてみんな仲間同士で毛づくろいとかしたりしてですね、毛づくろいをするのはですね、やっぱり動物的にはとっても大事なことだと思うんですよね。人間も頭にも毛はいっぱい生えてるんで、そこはですねブラッシングとかしてあげるとですね、すごい毛並みも良くなってくるし、血行も良くなってくるんで、とてもいいと思います。で今度実際湯シャンの手順、湯シャンって何かというとお湯だけのシャンプーって意味ですね。あと水シャンプーとかいう場合もありますけどね。これはまず温度はですね34度から5度ぐらいですね。体温37度ぐらいですけど、頭皮の皮膚の温度っていうのはですね34度から35度ぐらいみたいなんですよね。この34度から35度のぬるま湯で優しく洗うだけで汚れは十分に落ちます。これ40度とかの高温にしてしまうとですね、保湿の要の皮脂の細胞間質をですね溶かしてしまうんですよね。でそれによって髪や頭皮を乾燥させる原因になってしまいます。ですのでやっぱりぬるま湯で洗うのがベストです。であと洗い方なんですけど、指の腹が一番いいですね。指の腹10本の指を使ってですね、手ぐしにしたような要領で洗います。で感覚は豆腐の表面を優しく撫でるように洗うっていうのがイメージですね。でロングヘアの場合とかやりづらいと思うんですけど、ロングヘアの場合は根元から溶かすような
状態で洗いましょうということです。スカルプケアとかで頭皮にいいよっていうシャンプーブラシありますよね。この本ではそれは推奨してません。やめた方がいいと言っています。で、私の場合はですね、お風呂の入り方はですね、温冷交代浴やってるんで、最後に頭に水を浴びて、冷たい水を浴びて終わりにしてます。で、洗い上がって今度乾かす時なんですけど、基本はですね、タオルドライですね。拭き方なんですけど、ペタペタやるような感じでですね、ゴシゴシはあまりやらない方がいいです。ロングヘアの場合はですね、どうしてもやっぱり乾きづらいと思うので、ドライヤー使うと思うんですけど、ドライヤーの場合もですね、毛先からではなく、乾きにくい髪の根元からかけるとか、あと温風と冷風をですね、交互にかけるとかですね、それから1箇所に集中してかけないとかですね、15センチ以上離してかけましょうというふうに推奨されてます。どうです皆さん、やってみたくなってきました？いやーでもなんかやっぱり不安だな。なんか大丈夫って感じもする方多いと思うんですよね。汚れが残ったりとか不潔になったりしないのかなとか、逆に匂いとかきつくなるんじゃないのとかね。あと余計ベタついちゃったりしないとか、痒くなったりフケとか大丈夫とかね。これいろいろ不安になっちゃうと思うんですけど、湯シャンってすぐに結果が出るものじゃないんですよね。私の場合は比較的早く結果出てきたんですけど、この本の中ではですね、だいたい 4,5 ヶ月地道にやってみましょうということです。4,5 ヶ月も経てば匂いが気にならなくなってきて、皮脂の分泌量が少なくなる分ですね、頭皮も毛髪も清潔に保てるようになります。ただですね、注意点もあります。注意点一つはですね、洗髪の頻度をですね、髪が洗う頻度を急に落としてはダメだっていうことです。脱シャンプー開始当初はですね、まだ皮脂腺が大きくて皮脂が大量分泌している状態なので、その段階では急には減らさない方がいいですね。で、3週間ほどで皮脂の分泌量が少なくなってきますんで、まずは1日1回ですね、水洗髪をして酸化した皮脂だけは洗い流すことですね。さっき言ったみたいに 4,5 ヶ月ぐらいで皮脂腺が適正に縮んできて、皮脂の分泌量は最盛期から半分ぐらいに減ります。で、より高みを目指したい方はですね、それ以上水洗髪の間隔をだんだん広げていくといいと思います。ちなみに私はですね、夜やって朝一、頭がボサボサなので朝一やるように、1日2回ぬるま湯でやってます。ただ頭皮の健康のためにはより間隔を空けていった方がいいと思います。一番最初に有名人のお話でした五木ひろゆきさんなんかは、洗髪は2ヶ月に一遍だそうです。で、多くの人に効果があるっていうのをネットで調べてみたら出てきたんですけど、全員に当てはまるわけじゃなくてですね、皮脂の量が多い人ですね、若い人とかは皮脂の量多かったりしますよね。あとは、あと現場仕事とかで頭が汚れちゃう人とかね、そういう方とか、あとは整髪料を使用する方ですね、ワックスとかですね、そういう方はですね、取りきれないの、汚れが取りきれないので、シャンプー使った方がいい場合もあります。解剖学的に言うとですね、自分の体から出てくるものでですね、水で洗い流せないものはないって言われてるんですよね。ただ今整髪料とかね、化学物質とか排気ガスとかあるじゃないですか。そういうので汚れちゃったりする場合もあるのでね、そういう場合だとシャンプーを使わなければ落ちないよっていう意見もあります。で、今まで話したことびっくりするような常識外れのようなことを言ってきたんですけど、その常識っていうのがですね、どういうふうに形作られて私たちに植え付けられたのかっていうのをですね、今度調べてみました。それはですね、まず戦前はシャンプーの習慣っていうのは基本的になかったそうです。で、それがですね、1950年代ですね。当時 CM で 80% のシェアを誇ってたのが顔フェザーシャンプーっていうのだったみたいなんですけど、それのキャッチコピーは5日に一度はシャンプーをっていうのだったそうです。それが1950年代、戦後5年10年ぐらいのお話ですよね。で、大体シャンプーがですね、バーッと皆さんしっかりするようになってきたっていうのはですね、1980年代半ばぐらいからですよね。当時アイドルの中森明菜さんが CM 出てたのが、そのキャッチコピーがですね、知ってた？女子高生の2人に1人は毎日洗ってるっていうのだったそうです。逆に言うと、その当時の人たちは毎日洗ってなかったっていうことなんですね。私も子供の頃は毎日は洗ってなかったですよね。あとはソフトインワンとか覚えてますかね。薬師丸ひろ子さんがチャンリンシャンとかいうやつですね。そういうのもその頃のやつです。
でそういうのを使って朝シャンとかつってね、朝洗ったりしてましたよね。今は朝シャンなんて言わないんですけど、朝のシャンプーっていうのは今でも普通にやってる方結構多いでしょうね。石田ゆり子さんなんかもメリットのシャンプーの宣伝でですね、老けなしねとかっていう可愛く言ってたんですけど、そういうのもですね、男の人が見たらですね、死に物狂いでみんな頭洗うようになるんですよね。そういう CM がですね、もう日常的に何度も何度も繰り返されることによって、シャンプーは毎日するのが当たり前だよねとか、汚れたらシャンプーしなきゃダメだよねとか、それでガサガサゴワゴワになるからリンスしなきゃダメだよね、トリートメントしなきゃダメだよねって、そういう常識がガシッと根付いてきたんですね。でこれは意図したものかどうかは私は分かりませんけど、シャンプーっていうのは清潔でいい匂いで髪匂いっていうイメージをこんな CM でつけてきたんですよね。そうするとやっぱりシャンプーが売れるじゃないですか。でシャンプーで張りやコシがなくなったら、じゃあリンスが必要だよねとか、トリートメント必要だよねとかね、そうするとそういうリンスとかトリートメントが売れるじゃないですか。その結果として髪の毛が薄くなってきちゃったら育毛剤とかつけて叩くとかありますよね。それとかウィッグとかね、あとカツラとかが売れるんですね。あとは植毛とかね、 AGA 治療とかありますよね。そういった産業が活性化されますよね。でこういった髪の毛の業界はテレビの巨大スポンサーですよね。そんな人たちにマイナスになるようなことは絶対言うわけないと思いませんか。で結果としてお金も髪の毛も搾取されるんですよね。で今回皆さんには植え付けられて凝り固まった常識っていうのを一つ見直してみましょうよっていう意味で、きっかけ作りっていう意味でも解説してみました。ただ私は間違いなく効果ありました。それは嘘でも何でもありません。でヘアケア代とかもですね、整髪料とかシャンプー代とかも不要になりました。髪の毛自体もですね、皮脂が程よくある状態なので、それでセットもしやすくなった感じがしますね。是非皆さんもですね、興味あるようでしたらこれご自分でも調べてもらったり、この本読んでみたりとかしてですね、概要欄にリンク貼っておきますんでね、是非見てみてください。で興味持ってたようだったら是非チャレンジしてみてください。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。面白かったとか役に立ったとか思った方は是非いいねやコメント欄に書き込みの方をお願いします。こんな感じでこれからも健康に関する情報を私自身で試してみて、その解説や結果報告を配信していきたいと思いますんで、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。では今回もありがとうございました。